やっぱり魔物なのでボコボコにするのだ。ホーンウィザードは弱かったので早送りです。ベギラマぐらいしか使ってこないのだ。サオラルで仲間を生き返らせるのでブーメランでまとめて倒すと良いです。塔の頂上に行くとまた魔物が信者を勧誘しているのだ。そいつをボコボコにします。クレセンスと戦うのだ。何度か試してみましたが、妖精の剣で防御力を上げるよりバイキルミンで一気に倒した方がいいです。色っぽい声なのだ。サマルゼプシーですね。クレセンスは毎ターン回復するので火力を出して一気に倒すのだ。バイキルミンで574のダメージです。もう少し火力が欲しいのだ。おお、すごいダメージなのだ。サマコの応援プラスバイキルミン強力です。これはラッキーだったのだ。これで一気にクレセンス倒したいですね。クレセンスの攻撃はあまり強くないのだ。妖精の剣で守備力上げなくてもなんとかなりそうです。ミラクルムーンという技を使ってきたのだ。与えたダメージの4分の3だけ自分の HP を回復するみたいですね。奇跡の剣でもここまで HP 回復しないので卑怯なのだ。敵だけずるい技を使ってきますね。クレセンスの HP は半分になったでバイキルミンで一気に畳みかけるのだ。クレセンスの HP が赤になりましたね。これで一気に倒すのだ。HP が危ない。なんとか耐えましたね。果たしてクレセンスを倒せるのか。やりました。クレセンスを倒しました。意外とあまり強くなかったのだ。これより先の話が聞きたくば証明してみせてくれ。お前たちが父の友の悲願を叶えるだけの力があると私に信じさせてくれ。何か知っているけど戦うことになったのだ。デルコンナルは戦闘民族サイヤ人ですね。まさか陛下ご自身が私たちと手合わせを。私が強者を集め権力で従えさせるだけの王だと思うか。それは違うぞ。強者を率いるのはさらなる力を持つ強者だ。さあ私を納得させてみよう。お前たちがハーゴンを討ち取る英雄になると私に信じさせてくれ。デルコンダル王との戦闘になったのだ。物理攻撃したいっぽいので防御力を上げながら戦います。受けてみよアワは聖剣付きでものすごいダメージ。かなり武闘派な王様みたいですね。う。まだまだよ。アワは1025というものすごいダメージ。味方が4桁のダメージを受けてやられるのを初めて見ました。こんなに強かったら大水からハーゴンの野郎を倒しに行けばいいのだ。まだまだよ。まさにその通りですね。でも妖精の剣で防御力を上げればなんとか攻撃には耐えているのだ。ノンキン王子のレベル99で防具なしでも守備力は400以上あるのでなんとかなってますね。
難解やな攻撃をしてこなければいいのだ。なんと先人の外貨を使ってきのだ。攻撃力、守備力、会心率が上がるというチート級の特技ですね。受けてみよ瀕死の重傷になったのだ。先人の外貨の効果が切れるまで防御に専念します。ようやく先人の外貨の効果が切れたのだ。ようやく攻撃のチャンスですね。先人の外貨を使おうとしたら MP が枯渇していたのだ。これはミリエラの時の時間稼ぎして MP を枯渇させる戦法ができそうですね。やっぱり攻撃しかしなくなったのだ。これは防御力を上げながら攻撃すれば勝てそうな感じですね。防御力を上げつつ攻撃していくのだ。スカラがかかってない状態だとマドか殺されるので、常にスカラがかかった状態にしておかないといけないですね。もう少しでデルコンダル王を倒せるのだ。果たしてデルコンダル王を倒せるのか。参った。私の負けだ。やった。デルコンダル王を倒したのだ。 MP が枯渇しなかったらやばかったですね。この私を超える者が現れようとは。マジでお前がハーゴンを倒しに行けばいいのだ。エルフの飲み役を買い込んで王自ら行けばいいのに。バズズのいるところまでやってきたのだ。脳筋王子の強さはすでにレベル99ですね。力の種で力だけ少し上げたのだ。道具は妖精の剣、バイキルミンなどですね。これでバズズを懲らしめるのだ。とっとと逃げていれば死なずに済んだのによ。バズズとの戦闘になりました。どういう攻撃するのかわからないので、とりあえず妖精の剣で防御力を上げるのだ。いつも通りの戦法ですね。ザラキを使ってきたのだ。脳筋王子箸で運の良さも上げているのであまり効かないなず。バズズはそんなに強くなかったので早送りするのだ。ザラキ、ベギラボンやコボエル吹雪使ってきます。ザラキ対策すればそんな強い攻撃はないのだ。物理で殴ってくるボスの方が強いですね。デルコンダル王の方が断然強かったのだ。せめてデルコンダル王をバズズは倒してくれても。もう少しでバズズを倒せるのだ。いやらしい攻撃をしてこなければよいが。頭を使ってくるボスは弱いことが多いのだ。単純に物理で殴ってくるボスが強いですね。2回連続攻撃外したのだ。今回のドラクエ結構攻撃外すのでイラつきますね。相手の攻撃は外すことは少なく、痛恨の一撃を連発することも多いのだ。頭使ってこうぜ。この辺にしとこうか。バズズを倒しました。あまり強くなかったのだ。やるじゃないか。まあちょっとさっきのバナナ味がいまいちだったからな。やっぱり魔物が出てきたのだ。すんなりルビスを復活させるほどドラクエは甘くなかったですね。なんか超でかい魔物が出てきたのだ。見た感じの金そんな感じですね。ここまで案内してもらった礼だ。受け取ってもらえなかったのは残念だ。
その強がりのせいに普通の悲鳴に変わるであろう。頭使う魔物より単純物理攻撃の脳筋の方が嫌なのだ。物理攻撃中心っぽい感じなので、妖精の剣で防御力を上げます。物理攻撃は強烈だけどベルコンダル王ほど強烈ではないのだ。これは防御力上げればいけるかな。2回防御力を上げてから攻撃するのだ。2回防御力を上げればなんとかなりそうです。全体攻撃でパーティーが壊滅状態なのだ。でも脳筋王子は防御力上げてるので大したダメージではないですね。これはアトラス倒せるのだ。順調にダメージ与えてますね。力ためを使ってきたのだ。これは次のターンは大ダメージですね。大したダメージではなかったのだ。これはアトラスいけますね。アトラスの体力が半分になったのだ。でもこちらのダメージの大きいですね。でも妖精の剣や無双を使いながら戦えばなんとかなるのだ。アトラスの体力が赤になったのだ。このままアトラスと倒すのだ。2連続痛恨の一撃でやばいですね。後半のボスはやたら痛恨の一撃を連発してくるのでムカつくのだ。痛恨の一撃は防御力を上げるとある程度はダメージ軽減できますね。MP がかなり少なくなってるのだ。 MP が尽きる前にアトラスを倒せるのか。たまに様子を見て何もしないことがあるのだ。この時に体勢を立て直したいですね。ようやくアトラスを倒したのだ。かなりの長期戦になりましたね。ロンダルキアの洞窟はシリーズ最難関のダンジョンで有名だが、今回はすんなり奥まで進めたのだ。レベル99なので敵からほぼ確実に逃げられるので先に進むのは難しくないですね。何か怪しい場所なのだ。また何かボスが出てきそうな感じですね。前が見えない。みんな大丈夫。うわ愚かな人間どもめ、一匹ずつ始末してやろう。カースビエルとの戦闘になったのだ。強制的に1対1の戦闘になりますね。ここまでの金一人で戦ってきたので1対1の戦いでは負けないのだ。ちなみにレベル99まで上げてますね。カースビエルには負けないのだ。凍てつく波動を使ってきましたね。妖精の剣で上げた守備力が防御力上げないとダメージでかいですね。防御力を上げて体勢を整えるのだ。なんとかカースビエルの HP が赤になりました。この調子でカースビエルを倒すのだ。カースビエルを倒しました。防御力を上げればなんとかなったのだ。
ロンダルキアの洞窟の奥まで来たのだ。プリンちゃんに化けていた魔物がいましたね。ベリアルの野郎だったのだ。ベリアルをボコボコにします。俺が指揮したのだ。さあ、本当にハーゴンをやれるほど成長したのか、力を見せてもらおう。力を見る。何か誤解していますね。これから始まる戦いは私たちへの腕試しなどではありません。ムーンブルクの弔い合戦だ。ベリアルとの弔い合戦が始まったのだ。妖精の剣を使って様子を見ます。声出してこ楽しんでいて。落胆させるな。いきなり激しい炎とヨナズンなのだ。最初からヨナズン連発ですね。重いぞ。落胆させるな。激しい炎とヨナズン2連発で初っ端からヤバすぎるのだ。あっという間にピンチですね。やばかったのだ。超危なかったのだ。かなり HP ギリギリでしたね。ベリアルの攻撃が歴史すぎて防御力上げるが HP 回復するしかできないのだ。防戦一方のターンが続いてきますね。ここでベリアルに苦労していたらドラゴンが本当に倒せるのか心配なのだ。なんとかここまで一人旅で来れましたが、一人旅もここで不可能になるのかな。むむむ。軟化攻撃がおとなしくなりましたね。ベリアルの MP が枯渇したみたいなのだ。これは攻撃のチャンスですね。ここからどんどん攻撃していくのだ。ヨナズン連発がなければなんとか攻撃のチャンスがありますね。ひたすら地道に攻撃しているのだ。2ターンに1回は妖精の剣で防御力上げて HP が少なくなったら瞑想で回復します。ようやくベリアルの HP が赤になったのだ。15分ぐらい戦闘が続いていますね。防御力上げても3回攻撃は結構きついのだ。果たしてベリアルは倒せるのか。妖精の剣攻撃、妖精の剣攻撃と繰り返し HP が減ったら瞑想するのだ。 MP が減ってきたら防御して MP を回復します。認めよう、お前たちを。ようやくベリアルを倒したのだ。 MP を枯渇させる作戦が功を奏しました。この戦法でハーゴンまでいけるんじゃね。果たして都合よくうまくいくのかな。ハーゴンの神殿入り口で何かがいますね。相変わらずムカつくわね、あんたたち。ミリエラの野郎だったのだ。とにかくいいの。私はハーゴン様のお役に立つの。おしゃべりは終わりよ。見せてあげるわ、私のハーゴン様への忠誠を。ミリエラとは2回目の戦いになります。前回は持久戦でミリエラの MP を枯渇させて倒したので、今回も持久戦をするのだ。果たしてこの作戦はうまくいくのか。やっぱり仲間を呼んできたのだ。アクロナイトの仁王立ちが厄介ですね。仁王立ちでミリエラに攻撃できないことが多いのだ。やっぱり仁王立ち使ってきましたね。持久戦で MP 枯渇させて仁王立ちを封じるのだ。どうかしら。
あとはひたすら防御を固めて敵の MP を枯渇させる作戦ですね。いつも通り妖精の剣で防御力上げて瞑想で HP を回復させるのだ。でも敵の攻撃が熾烈で HP どんどん減ってます。ミリエラの麻痺宿が脅威なのだ。でも MP が枯渇すればなんとかなるのだ。 MP が尽きるまでの辛抱ですね。ナナナなんと魔力の風を使ってきたのだ。毎ターン MP が回復する特技ですね。それはどうした方がいいのか。毎ターンほぼ常に脇宿や仁王立ちが発動する状況になりますね。 MP が枯渇して回復できないのだ。ミリエラの MP より先にこちらの MP が枯渇しましたね。優しくして絶対絶命のピンチなのだ。しかも対してミリエラにダメージ与えてない。どうやったらいいのかがわからないのだ。なめないで。毎ターンマヒャド飛んでくるので回復が間に合わないですね。風船一方なのだ。卑怯なんて言わせないわ。魔力の風は効果が切れてもまた使ってきますね。 MP 枯渇作戦はダメなのだ。なめないで。やられてしまいました。いや、これはどうしたらいいかわからないのだ。すみませんなのだ。脳筋王子一人ではどうしても倒せなかったので今回は助っ人を一人用意したのだ。サマルの野郎をスクルトで防御力を上げる係にします。攻撃系の呪文と特技禁止と防具装備禁止の縛りはそのままなのだ。これでミリエラを倒せるか挑戦してみます。ミリエラ2回目の挑戦なのだ。脳筋王子が攻撃担当でサマルがスクルトと回復担当ですね。これで役割を分担してミリエラを倒すのだ。しれっと間違えてサマルに攻撃させてしまいました。下僕たちよ。問題ないわ。2ターン目からサマルをスクルトを常にかけさせるのだ。2人で協力してミリエラを倒せるのか。サマルの野郎、意外と防御力なくてやられそうなのだ。もう少しサマルをレベル上げしてこればよかったか。なめないで。大丈夫。サマルが防御力が低すぎて全然ダメなのだ。2人のチームプレーが噛み合ってないですね。卑怯なんて言わせないわ。サマルの野郎がやられてしまったのだ。色っぽい声出してやられてる場合ではないぞ。大きい王子一人だとじわじわ追い詰められるのだ。逃がさないわ。MP がつきそうでピンチですね。じゃっ仁王立ちで大したダメージも与えられないのだ。毎ターンマフィアド使ってくるのが厳しいですね。やられてしまったのだ。何かいい方法はないですかね。こうなったらプリンちゃんの一緒に戦うのだ。もうやけくそになっていますね。 3人で戦えばミリエラの野郎を倒せるのだ。果たして人数増やすだけでうまくいくのか。
ミリエラに再挑戦なのだ。3人で役割分担して戦います。ノーキン王子が攻撃、サマルがスクルト係で、プリンちゃんがマジックバリア係になるのだ。果たしてその分担でミリエラに勝てるのかな。下僕たちよ、スクルトとマジックバリアで防御は完璧なのだ。これでミリエラの猛攻に耐えられるのか。プリンちゃんはどうしようかな。とりあえずビーストモードを使わせています。スクルト下僕たちよ、痛いの好きでしょ。マヒヤドのダメージをかなり軽減したのだ。これでミリエラを倒せるかも。メンタル痛恨の一撃でサマルの野郎がピンチなのだ。これはどう体勢を立て直すのか。プリンちゃんにレホマラーを使わすのだ。しないで。ごめん、ありがとう。心配したわ。ごめん、ありがとう。レホマラー2連発でもあまり HP が回復しなかったですね。痛いの好きでしょ。またサマルの野郎がやられたのだ。色っぽい声でやられている場合ではないですよ。ザオリクで立て直すのだ。ザオリクで立て直すことはできるのか。優しくして。踏ん張りどころよ。プリンちゃんはやばいがなんとか生き返らしたのだ。プリンちゃんの HP はやばいがなんとかなったかな。防戦一方でミリエラになかなかダメージを与えてないのだ。3人でやってもミリエラを倒すのは厳しいですね。プリンちゃんがやられてしまったのだ。サマルの MP も少ないし、これは厳しいですね。サマルもやばくなったのだ。なんとか立て直さないと。サマルも色っぽい声でやられたのだ。こりゃ立て直すのは絶望的ですね。王子も HP やばくなったのだ。防戦一方ですね。好きでしょ。ミリエラを倒す方法がなかなかないですね。雨の祠にやってきたのだ。ここで何をするのかな。リホイミの巻物を手に入れるのだ。リホイミは毎ターン HP が回復する呪文ですが、これでミリエラを倒せるようになるのかな。まあ見ておくのだ。サマルにリホイミを覚えた状態でミリエラに挑みます。ついでにサマルをレベル70まで上げているのだ。リホイミを覚えただけでミリエラに対抗できるのか。ミリエラにまたまた挑戦なのだ。一体どういう作戦で戦うのかな。まずはサマルにリホイミをかけるのだ。リホイミでミリエラに対抗できるのかな。お化粧直しよ。下僕たちよ。心配したわ。助かったよ。次のターンでスクルトの超絶技を使うのだ。そうか、超絶技は今まで思い浮かばなかったですね。スクルト、フバーハ、マ
マジックバリアの効果に加えて HP と MP が少しずつ回復する効果があるのだ。これでミリエラに対抗できますね。これでマヒヤドも大したダメージを受けないのだ。しかも毎ターン HP と MP が回復しますね。下僕たちよ。ミリエラからの攻撃には耐えられるが、仁王立ちでなかなかダメージが与えられないのだ。これはどうしたものか。ずっとこの状況が続いてるのだ。あれから30分ぐらい同じ状況が続いたので、戦闘をやり直すのだ。ミリエラを倒すのはどうするのか。すみませんなのだ。今回だけ攻撃系の特技を利用させてくれなのだ。サマルの野郎がギガスラッシュを使います。逃がさないよ。これだとアクロナイトが仁王立ちを使ってきてもミリエラにダメージを与えることができます。ミリエラを攻撃するには1ターンで2回以上の強力な攻撃をしないといけないですね。今回は結構順調にダメージを与えているのだ。今回こそはようやくミリエラを倒せるのか。逃がさないよ。果たしてその分担でミリエラにママまさかマダンテを使ってきたのだ。マジックバリアかけても300以上のダメージを受けます。お化粧直しよ。卑怯なんて言わせないわ。やばいのだ。急いで体勢を立て直すのだ。急いで HP を回復しないといけないですね。こうなったら精霊の守りを使うのだ。1ターンか2ターンの間、敵の攻撃を無効にできます。大丈夫。苦しんで。敵からのダメージを完全に無効化しているのだ。これでなんとか立て直したいですね。やった。ミリエラの HP は半分なのだ。ようやく半分までダメージを与えましたね。サマルの野郎がやられてしまったのだ。もうダメなのだ。もうここまでなのか。卑怯なんて言わせないわ。逃がさないわ。でもミリエラが仲間を呼ばなくなったのだ。これは脳筋王子一人でも倒せるかも。こうなったら脳筋王子一人で戦うのだ。なめないで。卑怯なんて言わせないわ。なんとかミリエラの HP が赤になりましたね。このままミリエラを倒すのだ。生意気なのよ。痛いの好きでしょ。逃がさないわ。逃がさないわ。マヒヤドを常に使ってくるのが痛いですね。こまめに回復しながら攻撃するのだ。逃がさないわ。お化粧直しよ。ただの子供が。脳筋王子の MP が少なくなってきましたね。 MP が尽きる前にミリエラを倒すのだ。生意気なのよ。苦しむといい。いいでしょ。ついに MP がつきましたね。防御して MP を回復させるのだ。苦しんで。お化粧直しよ。いいでしょ。卑怯なんて言わせないわ。ようやくミリエラを倒しました。サマルと協力してなんとか倒したのだ。ミリエラの次はアトラスが立ちはだかります。でかいだけで見かけ倒しの野郎なのだ。
ぽけなお前たちのちっぽけな努力など今ここで踏み潰し無にしてくれるわ。アトラスとの戦闘になりました。物理攻撃だけなので脳筋王子一人で倒せそうなのだ。前回のミリエラはサマルの野郎に助っ人をお願いしましたね。アトラスは脳筋王子一人で戦ってみるのだ。防御力上げないとアトラスの攻撃きついですね。妖精の剣で防御力を上げるのだ。防御力上げてダメージ軽減できてますね。これで脳筋王子一人で戦えるのだ。うわわわ、これはすごいダメージですね。力止めからの攻撃がやばいのだ。ようやくアトラスの HP が半分になってますね。ここまで10分ぐらいひたすら戦ってるのだ。アトラスの MP が枯渇してますね。10分以上時間を稼いで戦ったのはアトラスの MP を枯渇させる作戦なのだ。ボスの MP を枯渇させる作戦は今回のドラクエ2リメイクでかなり有効ですね。超力ため MP が足りなくてざまあみろなのだ。アトラス本当に脳筋ですね。アトラスの HP が赤になったのだ。 MP が枯渇しているので問題なく倒せますね。 MP がないのにいつまでも超力ためを使ってるのだ。アトラスを倒しましたね。数体だけで頭が悪い野郎だったのだ。ハーゴン神殿の先へ進むのだ。また何買いますね。不意打ちもダメとなると厄介だな。バズズ、お前らがここで死んで勇者っつうしょうもない希望が失われればみんなコロッと悪に傾くさ。バズズの猿野郎との戦闘になったのだ。前回は簡単に倒せましたが果たして殴りゃいいってもんじゃねえ。今回も脳筋王子一人で楽勝なのだ。そんなに油断して大丈夫なのか。俺が知恵や泣きわめき。ベギラボンが強烈なのだ。最初から強力な呪文を唱えてきますね。俺が知恵やベギラボン、凍える吹雪と痛恨の一撃が強烈なのだ。前回戦隊よりかなり強力になってますね。俺が知恵やラリフォーで寝てしまったのだ。このタイミングでラリホーが効いてしまってやばいですね。さっさと脳筋王子を切るのだ。強力な攻撃を食らってもすやすやぐっすり眠ってますね。めんどくせえ。やられてしまったのだ。ラリホーが効かなければ勝てたのかな。この後何度かバズズと戦ったのだがアトラスとは別格の強さなのだ。痛恨の一撃、ベギラボンと凍える吹雪が強烈ですね。殴りゃいいってもんじゃねえ。どうなんぞねそれでもある程度ダメージを与えたのだ。今度こそバズズを倒せるのか。ナナなんとビーストモードを使ってきたのだ。ビーストモードの猛攻に耐えられるのか。サマルの野郎がザラキでやられたのだ。サマルの状態異常耐性のなさは今後のボス戦でも苦労することになる。俺が知恵や王子一人で耐えられないのだ。
使ってこうぜ。殴りゃいいってもんじゃねえ。ビーストモードの猛攻には耐えられなかったですね。バズズ全然勝てないので今回もサマルの野郎を助っ人にするのだ。サマルのレベルは77ですね。ラッキーセブンなのだ。これでバズズを倒せるのか。バズズに再挑戦するのだ。まずは妖精の剣で守備力を上げつつ、サマルはリホイミを使います。リホイミを使う理由はサマルの超絶技を使うためなのだ。任せて。2ターン目にサマルの超絶技を使います。ウバーハ、マジックバリア、スクルトの効果に加えて HP と MP が毎ターン回復するのだ。これでバズズの全ての攻撃を軽減できますね。かなりダメージは軽減できたのだ。ただ防御力だけは心もとないので、妖精の剣やスクルトで上げる必要があります。サマルの野郎ざらきが効きやすいので注意なのだ。サマルの野郎に命の石を一つ持たせています。殴りゃいいってもんじゃねやばいのだ。呪文が封じられたのだ。攻撃は中止して防御に専念しますね。しかも脳筋王子が眠らされたのだ。かなりのピンチですね。まずいのだ。妖精たちのポルカの効果が。呪文が封じられてるのでまずいですね。妖精たちのポルカ使えなくてピンチなのだ。ここはサマルのベホマズンが頼りですね。スクルト大丈夫。ようやく立て直したのだ。状態異常になると一気にピンチになりますね。本当は装備で状態異常耐性をつけたいが、今回縛りプレイでは禁止なのだ。妖精たちのポルカの効果が消えたので、もう一度かけ直すのだ。サマルをサポートするために脳筋王子は仁王立ちします。痛恨の一撃が2連発は痛かったですね。でもザオリクですぐに生き返らせたのだ。サマルの回復呪文は強力ですね。バズズの HP が半分になったのだ。ビーストモードに要注意ですね。むむむ、何かおかしいのだ。ビーストモード使ってこないですね。やっぱりビーストモード使ってこないのだ。 MP が枯渇したんでしょうね。バズズの HP が赤になったのだ。もうここまで来ると勝ったと同然ですね。バズズの MP が尽きているので、ベディラゴン、ザラキやラリホーを使ってこないのだ。通常攻撃と凍える吹雪しか使ってこないですね。スクルト大丈夫。バナナ足りなかった。やった、バズズを倒したのだ。バズズもサマルがいないと倒せかなったですね。脳筋王子のレベルが99で、サマルの野郎のレベルが77なのだ。今回もサマルの野郎を回復係にして先に進みます。もちろん防具なしのすっぽんぽんなのだ。ええ、決着をつけましょう。ベリアルとの戦闘になったのだ。前回のバズスと同じようにサマルが妖精たちのポルカを使います。1ターン目はリホイミをかけるのだ。力を楽しんでいやばいですね。魔力を集中させてきましたね。これでイオナズンを食らうとヤバそうなのだ。大丈夫。け。耐えられるか。無防備でイオナズン食らうとやばいですね。300近くのダメージになったのだ。でも防御系の呪文で備えるとかなりダメージ軽減できますね。これはなんとかなりそうなのだ。
この時点で25分ぐらい戦闘を続けてますね。ようやくベリアルの HP だけ色になったのだ。かなりの長期戦になってますね。ざまあみろ、ベリアルの MP が爆発したのだ。通常攻撃のダメージも痛いけど防御力上げればなんとかなりますね。なんとしても俺を撃つか。ベリアルの HP が赤になったのだ。あともう少しで倒せますね。大丈夫大丈夫。ここまでだ。やった、ベリアルを倒したのだ。時間はかかりましたがそんなには強くなかったかな。いよいよハーゴンの野郎とご対面なのだ。果たしてハーゴンを倒せるか。誰じゃ。私の祈りを邪魔する者は。憎き憎き勇者の血筋。ここで完全に断ち切ってくれるわ。ハーゴンの野郎と戦闘になったのだ。いつも通りさまるの野郎が妖精たちのポルカを使います。リホイミ。マナなんとサイカの陣を使ってきたのだ。これはまずい状況なのでは。早速プリンちゃんがやられたのだ。ハーゴンの通常攻撃も強烈ですね。大丈夫。声出してこヨナズにものすごいダメージなのだ。これはまともに戦っても勝てないですね。これはまともに戦っても勝てないので、アストロンを唱えるのだ。なぜアストロンを唱えるのかな。時間稼ぎして MP を枯渇させるのだ。果たして時間稼ぎはうまくいくのか。むむむ、攻撃が急におとなしくなったのだ。ハーゴンの野郎、攻撃が通常攻撃だけになりましたね。これは確実にハーゴンの野郎 MP が尽きたのだ。ここから反撃開始ですね。リホイミ。いつも通り妖精たちのポルカ使い、防御力を上げながら戦うのだ。これでハーゴンを倒せるはず。頑張ろう頑張ろう。ハーゴンにある程度ダメージを与えたのだ。結構いいペースでダメージ与えてますね。頑張ろう。ハーゴンの MP 尽きたので脳筋王子一人でなんとかなるかな。バカめ。やった、ハーゴンの野郎 HP が半分になったのだ。ハーゴンの MP が尽きた場合は脳筋王子でもなんとかなりそうですね。何をしようと無駄よ。これ以上の邪魔は許さん。ハーゴンの HP が赤になったのだ。このまま問題なく倒せそうですね。何をしようと無駄い。あがくがいい。バカ
ずが。やったハーゴンの野郎を倒したのだ。エンディングまでもう一息ですね。おのれ、こんなバカな。お前らごときに。大丈夫。ここまで一緒に戦ってきた私たちならどんな相手でも絶対勝てます。なんか勝てる気がしないのだ。まあまあ最後なので頑張りましょう。ついに指導との最終決戦なのだ。とりあえず今までの戦法が通じるのか試します。脳筋王子の MP が減ったままなのだ。ハーボンを倒す時に MP 回復しておけばよかったですね。大丈夫。妖精たちのコルがかけてもダメージが強烈なのだ。いやーこれは一筋縄ではいかなそうです。焼き付く息で脳筋王子が麻痺したのだ。サマルの野郎一人でなんとかできるのか。頑張ろう。ルカナントは地味に嫌な攻撃なのだ。状態異常やデバフなど嫌な攻撃が多いですね。いやーなんとか耐えたのだ。サマル一人で耐えるとはあいつも成長したな。今度は脳筋王子がやられたのだ。ザオリク。またサマル一人でピンチを切り抜けられるのか。脳筋王子は復活したけど今度はサマルの野郎がやばいのだ。なんとか体勢を立て直さないと。余裕持たないと。なんとか体勢を立て直したのだ。ピンチの連続ですね。また脳筋王子がやられてるのだ。しかもサマルの野郎もピンチですね。なんとか耐えたけどサマルがピンチなのだ。しかも補助呪文が全くかかってない状態です。レホーズン。脳筋王子に瞑想を使わせるのだ。果たして体勢を立て直せるのか。ここは脳筋王子に仁王立ちを使わせるのだ。この策は吉と出るか凶と出るか。大丈夫。なんとか切り抜けたのだ。戦闘中ずっとヒヤヒヤですね。やった指導の HP が半分になったのだ。この調子で指導を倒せるのかな。頑張って。なんとデフが伝ってきたのだ。これはまた最初からやり直しですね。スクルート。大丈夫。サマルの野郎が寝たらやばいのだ。睨みつけるは 100% 眠ってしまいますね。サマルの野郎早く起きるのだ。しかもサマルの野郎ピンチですね。仕方ないのだ。仁王立ちするんだ。サマルが果たしてすぐに起きてくれるか。灼熱の炎を放ってきたのだ。これは脳筋王子もピンチですね。仕方ないのだ。瞑想を使うのだ。果たしてサマル
ルは生き残ることができるのか。サマルの野郎があの世に行ったのだ。これは絶望的になりましたね。納金王子一人で戦ってみるのだ。納金王子一人で果たして勝てるのか。灼熱の炎が強烈なのだ。これはかなり厳しいですね。納金王子が眠ってしまったのだ。これは致命的にヤバいですね。やられてしまったのだ。指導強すぎですね。ついにサマルの野郎をレベル99にしたのだ。レベル99でも納金王子と比べていまいちパッとしない能力ですね。これで指導の野郎に挑戦するのだ。モーハーボンの野郎は楽勝ですね。戦い方が分かれば楽勝なのだ。2回目の指導に挑戦ですね。いつも通りサマルの野郎に妖精たちのポルカを使わせるのだ。大丈夫。一人じゃないわ。指導がベホマを使ってきました。ここからが勝負なのだ。指導の HP が半分以下になると1回だけベホマを使ってきますね。頑張れそう。灼熱の炎と強烈な攻撃であっという間に壊滅状態なのだ。序盤は問題ないですが指導の HP が半分になってからがきついですね。大丈夫。大丈夫。頑張ろう。大丈夫。よかった。スリンちゃんがピンチなのだ。2人とも昇天してしまいましたね。ここからはサマルと2人で戦うのだ。果たして2人で指導を倒せるのか。やばいのだ。サマルの野郎が出たのだ。これは決定的にヤバい状況ですね。早く起きるのだ。仕方ないのだ。精霊の守りを使うのだ。これで体勢を整えられるのか。2人ともに大ピンチなのだ。でもなんとか指導の猛攻に耐えましたね。ベホがずんでなんとか HP は回復したのだ。ただ補助呪文は一切かかっていないですね。妖精たちのポルカで体勢を整えるのだ。この間に指導の猛攻が怖いですね。よし、これで。サマルの野郎が麻痺したのだ。サマルの状態異常耐性の低さは問題ですね。今度は納金王子が出たのだ。これは致命的かもしれないですね。自分が悪を使ってきたのだ。これはダメ押しの一撃ですね。
サマル、レベル99でもダメでしたね。どうやって倒すのか考えた結果、最後のボスだけは全員で倒すことにしたのだ。かなりグダグダになってきましたね。特にサマポに協力してもらうのだ。どういう戦法で指導を倒すのかな。脳筋王子が攻撃係で、サマルの野郎が妖精たちのポルカ使ってサマコがスクルト係になるのだ。プリンちゃんの役割は何なのかな。回復係かおとりの係なのだ。なんともプリンちゃんだけひどい。それ。指導の HP がようやく半分になったのだ。でもここからが本当の勝負ですね。やっぱりベホマを使ってきたのだ。またコツコツ1からダメージを与えますね。マジックバリア。一人じゃないわ。ようやく指導の HP をまた半分にしたのだ。ここまでは特に問題なかったですね。ここでアストロンを使うのだ。なぜアストロンを使うのかな。ジゴスパークをたくさん使わせて指導の MP を枯渇させるのだ。最後まで姑息な作戦をしますね。やったのだ。指導の MP は枯渇したのだ。破壊神といえども MP は枯渇するんですね。いよいよここから反撃開始なのだ。 MP 枯渇したのなら指導は倒せるかな。任せて。やった。指導の HP は赤になったのだ。結局この縛りプレイではボスの MP の枯渇作戦が有効だということが分かりましたね。頑張ろう。大丈夫。任せて。やった。ようやく指導を倒したのだ。この世界はこの先も長く続いていくんです。長い旅がようやく終わりそうですね。発売日からドラクエ1&2プレイしたが、縛りプレイでクリアまでに半年かかったのだ。エンディングなので今回はここまでにするのだ。ドラクエ2の縛りプレイの感想はどうかな。ハーゴンの神殿まではの金王子一人旅で行けたが、ハーゴンの神殿から一人旅は厳しかったのだ。私たち勝ったってことだよね。ハーゴンの神殿のボスは厳しかったですね。特にミリエラが厳しかったのだ。ミリエラ以外のボスは MP を枯渇させる作戦でなんとかいける感じでしたね。それではまた別の動画で会おうなのだ。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくなのだ。この世界を消し去ろうとしたハーゴン。